皆さんこんにちは、北川フラムです。で、今日は十日町市の赤倉集落に伺って庭野真一さんにお話を伺うということです。今日は9月の30日で本当に秋晴れで、しかも僕はこの場所初めて伺ったんですが、本当にすごい形で、棚田があって、この辺を庭野さんが工作されている。この集落は十日町市の中では歴史的に分かっているのでいうと一番古い集落で、1200年の少し前ですけれども、2人の武将が落ち武者が来て、ここに来て集落を開いたと。2015年に、タイの、大アーティストですけど、ナワン・ラワンチャイ君がここに来られて、彼にとって非常に懐かしい、本当にいろいろな意味で、よく親切にされてよく勉強したこの赤倉の集落と、彼が住んでるタイのチェンマイっていうものを交流しようというふうなことで、2015年に、ナウィンがこちらに、来られた理由っていうのは、彼はその前からつまりで仕事をしていて、で一番やっぱり典型的なその集落っていうものに自分は入りたいというふうなことで、それだったら赤倉じゃないかと。あの作品でおかげで皆さんいろいろ出てるっていうことで、桜の木の下で集会やったり、楽しいビールもさっと飲ませてもらったんです。今一番稲刈りの真っ最中に伺っちゃってるわけですが、その状態っていうのはお米自身もうまい感じ。そうですね、一番うまいんじゃないでしょうか。そうですか。だから楽しみな状態で、もう刈られる寸前の棚田を見てと。ここは今集落何人？ですね、12個あるんですが、全員が農家してるわけではないんですけど、それでも3、4軒の方通ってやってる方もいますんで。通ってる。よそから来て、この辺で農業を少しやってる人もいるんですかね。リタイアして、ちょっとの面積、ここ一応大沼産コシヒカリっていうことで、美味しいっていうことで、若干楽しみながらっていう感じでしょうか。米作ってる方も。この間十日町市で農業をやられてる人に聞いたら、昔はもう全部みんな平場に降りていって大変ですから、こっちの農業は。言ったけど今またこの間少しずつ山場に、平場ではもうやれないんだそうですね、その新たに来ては。でこういうところだとやるところがあるので、やっぱり今庭野さんが言われたように、仕事もしながらでも、お米を作りたいと、畑やりたいっていう人は増えてきたって言ってましたね。そうですね。うちにおいでいただいてる方はですね、もうリタイアして、セカンドハウス的に、そしてこの風景やですね、気候を楽しんだり、春は結構山菜もいろいろありますし、そういうのを楽しみに確か来てるんだと思うんですけどね。この赤倉は一番多い、昭和30年ぐらいか40年はどのぐらい？私が分かるのは48個ありました。結構な数だったんですが、なんていうかやっぱり先生言われたように、雪の関係と生活が薪からガスになり電気になりいろいろ変わった時点で、やっぱりお金がある程度取れないと生活できないということで、もう3分の1、4分の1になっちゃったんですけれども。でも離れないで、庭野さんはここでやられてて、どんな感じでやられてるんですかね？そうですね、私も勤めてはいないし、あれなんですけども、とにかくここが好きなんでしょうね。こういう段々脱歩だったりするんですけども、
雪が降ることによってですね、もう全部覆っちゃうんで草刈りもないし、もう雪が降ればもう全てがもうできないんで、まあ遊びですね。まあ雪が降るとほっとするなんて言うと叱られるんだかもしれないけども、私としてはですね落ち着くというかほっとします。冬もいろいろ小正月行事がありましたりですね、今あんまりやらなくなったんですけども、そういうふうに雪と向かい合うというか、結構それで、遊んでいたんじゃないかなと思いますし、今はほとんどないんですけども、うさぎ狩りがあったり、それからそうですね、あとその雪を利用して、例えば沢沢へ入った杉の木とかあるのを出すのにソリで持って出して、家作る場合はもう何年がかりなんですけども、集めたりとか、いろいろ結構雪を利用することもうまかったみたいですね。ラワンチャイがこちらへ来てみんなのお家行ってアルバムを見せてもらって、それを見ると雪の遊びとかそういうのいろいろ出てきてますね。我々はこれが当たり前だと思うけども、結構今ここへ来て分かるように村からも離れてるんで、みんな歩きの時代は多分ここ行ったり来たりだけでも大変だったと思いますし、運ぶのも背中に背負ってですね、移動したりであれだと思うんですけども、それは赤倉だけじゃなくてどこもそうだったんで。そうですか。ここにも見て分かるようにそのちょっと伸びてるのはわらびだし、あとここにはないかな、うどはもうこの辺にいっぱい出ますし、ゼンマイはやっぱりちょっと山へ行かないとダメなんですけど、あと先生わかるかな、うちの方はあけびの芽を木の芽っていうんですね、それも結構そこら中でいますので。あれ松の山では割と食べますね。うちの方も木の芽食べます。美味しいって言ってますね。細くて1本ずつ取るのは大変なんですけども、それこうしてですね生卵をかけて、で醤油で食べるんですけど、そこそこほろ苦いというかちょっと苦みが大人にはいいんだそうですけど子供はあんまり食べないから。僕は今、もう話を伺ってていいなと思ってそれで本当にやっぱり楽しんで、こうやられてて、そういうつもりだったら本当にいいんじゃないかなと思いますけどね。ありがとうございます。もう楽しむしかないと思ってるから。